取っていい命です。農家の方からしたらもう小さくても大きくても被害は一緒なので、肉は食肉として、で背骨や足の骨なんかはラーメン用の出汁として。油が少ないんで平飼いっていうか野生なんで走り回ってますから。イノシシしてなかったです。狩猟しながら暮らせたらいいかなと思って。いらっしゃいませ。見つめてくれてますね。ものすごい。人里近くまで降りてくるのはなかったそうです。ここすぐそこが自然の家なんですけどね。取っていい命です。まあ小さくてかわいそうっていう意見もやっぱり出るとは思うんですよ。まあ小さいものは可愛く見えるんで、ただ農家の方からしたらもう小さくても大きくても被害は一緒なので、全然可愛くはないという意見も聞いてます。罠猟っていう漁法になりますね。罠で取ったものを、その後、捕まえる方法だったり、その止めさして、殺す方法だったりは少なくとも僕に関しては、生き物という分類ではあるんですけど、お金に代わる、食品に代わるっていう気持ちでやってはいます。で、お金も自分のお金ではなくて、その漁師さん取った方のお金になる、他の人のお金を預かっているという感覚ですね。で、うっかり逃がしてしまいました、漁師さんの取り分減りますってなってしまったら申し訳ないので、もちろん漁師さんも安全第一だから、怪我がなかったらいいよいいよとは言ってくれるんですけど、やっぱり申し訳ないので、お金だからっていうわけじゃないですけど、真剣にっていう風に気持ちでは捕まえてますね。一晩であんた20本30本の木なって全部取られるんだけど、で長い木なんかと親が全部折って倒してからね、全部ここに食わすけどね、一晩に20キロ30キロぐらい一人が食うけどね。やけんちょっと太かったら大変よ。いや割と真面目にイノシシに取り組んどるよ、大三島はね。そうですね、この後は小さいのが多いので、皮はレザーにはしないですけど、肉は食肉として、で背骨や足の骨なんかはラーメン用の出汁として確保していく予定ですね。一応日本中でいうとやっぱり銃持ってる方は各都道府県絶対いるんですけど、使う地域っていうのは山の中だったり、イノシシや鹿の被害が多い場所だったり、最近で言ったらクマだったりですね、散弾の小さい鉛の弾をたくさん飛ばすのが散弾なんですけど、同じ銃を使ってその散弾ではない、一発弾ですね、そういうものを発射することができますね。もう今にも罠から外れそうだなっていう場合は、遠くから射撃してもらいますね。しまなみイノシシ活用隊っていう団体を、この島の中で作っていて、農家さんとか猟友会の方とかが、イノシシを捕まえるんですけど、その後の食肉処理をする場所がなかったので、ここで食肉処理業の許可を取って、もともと学校の給食センターなんですけど、そこを今治市から借り受けて食肉処理場として使わせてもらってます。
は51キロですね。4日5日ほど前ですね。オスだったはずです。すごい地味な作業ですけど、毛根を取ってるのでお願いします。骨を抜いて枝肉にしてから各部位ごとに仕分けるという形をとってます。これがラーメン屋さんに行くので、これも使われます。それで今それ食わしたんですけど、後ろ足なんでランプともも肉とすね肉ですね。他の解体処理施設だと先にこのヒレ肉だけをもう取ってしまうっていう仕方をされてるんですけど、それするとヒレ肉乾いちゃうっていうイメージがあったのでなるべく他のお肉と同じタイミングで外すようにしてますね。これだけその罠にかかった足なんですよね。色が白かったりうっ血してたり、送り罠っていう足をワイヤーで捕まえる罠なんですけど、それにかかってたら、人間でもその内出血してたり青血になったりっていう感じですね。同じお肉です、場所でいうと。でももう色も全然違うので、臭い、獣臭いって匂いなんですけど一切ないんですよ本来きちんと処理して鮮度のいい状態だったら匂い全然ないんですよ。まずこれで1等分終わることになります。近い距離なので輸送費がかからないんでここからすぐそこですから、なので必要な量を取りに来てもらうか持っていくかという形ですね。これがだからちょうどこの腰あたりですね。この横に広がってる。さらっとはしてますよ。やっぱ油が少ないんで、どうやってもその油がつかないですからね。平飼いっていうか野生なんで走り回ってますから。イノシシのももですね。これだとここですね、前ですね。大腿四頭筋のとこですね、人間でいう。あとこれも多分40キロ前後ぐらいなんで、豚と比べると相当ちっちゃいです。あそこから仕入れてるっていう感じですね。まだほぼ赤身ですからね。これ微妙に入ってますけど、基本豚だとこの中にサシがありますよ。
純粋な赤身って多分そうそうないと思うんで、しかもあいつらはね、その時その時の旬の一番美味しいもん食いますからね。狩猟ベスト基本的に罠ですけど、銃もありますけど、堀打ちに行くのは年に数回ぐらいでそうそう取れないですね。まあ副業というよりやっぱ趣味ですね。特にその銃とか使う時もそうですけど、その狩猟する時にはハンター保険っていうのに入らなきゃいけなくて、でその時になんか事故があった時にちゃんと目立つ服装してましたかっていうところがその支払いの要件になったりするんで、そういう時にあれを着てないと事故があってもなんか保険が下りないとかいうことがあったりするみたいなんで、着るようにはしてますね。移民です。3、4年ぐらいですかね。だいぶ数が増えてきたんで、なんか特殊な扱いをされなくなりましたけど、僕らが来たのが8年、9年前か。その前は家は埼玉県ですね、蕨市です。仕事は東京駅の上にありましたね、会社が。大学の時に東京に行って、東京で就職をして、5年ぐらいかな。だから2社渡って、で9年ぐらい前にこっちに来て、2、3年してから始めたんで、このお店が今6年目ですかね。狩猟しながら暮らせたらいいかなと思って、でも漁だけだと食えないんで、飲食店でもやろうかっていうのでここを始めて、で今に至るみたいなんですよ。この子もね、撫でられすぎて上の毛が減っちゃってるんですよ。もともと全部こんな感じの毛でしたから。やっぱ感じた、美味しい。やっぱ肉はそうだね。後から来ますね、本当にね。塩ラーメンをいただきました。もう最高です。ちょうど塩が染み渡りますね、運動後の。そんなにイノシシしてなかったです。美味しかったです。豚と似てるんですけど、濃い味が来るので、それでイノシシっていう感じ。中のイノシシ。で、イノシシですよ、あれが。はい。味噌とご飯でちょうど1000円ですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとう。